和風だしを取った後のかつおと昆布を素敵に変身させる。皆さんこんにちは。ゴーゴーゆきんこさんからこんなコメントをいただきました。昆布だし美味しいですね。私は夜洗い物の後、鍋に昆布とかつおに水を入れて置いておきます。だしを取った後の昆布とかつおを美味しく食べる方法はありますか？佃煮にするのも量が少ないし、2回ほどだしを取るとふにゃふにゃです。ということで考えてみました。ふりかけや佃煮はいろんなところでよくレシピが紹介されていると思います。でも日持ちを考えると砂糖や塩分を濃いめに作らないといけないし、薄味にすると日持ちがしなくて毎日ふりかけを食べることになるので、私もあまり作りません。正直和風だしを取るのも頻繁なので、だしからは捨てていました。考えてみればもったいないですよね。すごく今回美味しい素敵なレシピに変身することができましたよ。かつおナゲットと和風キャロットラペです。だしの取り方のバリエーションもおさらいしますので、ぜひ最後までご覧ください。ではかつおレシピをやっていきます。まず昆布とかつおを取り分けます。かつおナゲットからやっていきましょう。かつおの出し殻、これは1リットル分です。小麦粉を振りかけます。実際出し殻の量は様々ですので、状態で覚えていってくださいね。今日は2杯の小麦粉を混ぜます。かつおのフレークみたいになりますね。塩を入れます。つなぎに溶き卵を少し加えます。今日は3分の1程度です。卵が多く入った場合は生地が柔らかくなりますので、小麦粉を冷やしていただいたら大丈夫です。コクをプラスするためにいりごまをパラパラと加えました。すりごまでも OK です。青ネギの小口切りを2本分加えます。たっぷりですね。これで生地は出来上がりです。では焼いていきましょう。油を大さじ2杯から3杯入れて、一口大に丸めた生地を焼いていくのですが、表面に小麦粉をまぶしてフライパンに並べます。まだ火はつけないでくださいね。すべて並べてから火をつける方が均一にじっくりと熱が伝わり、カリッと焼けます。あとは両面こんがりと焼けば出来上がりです。お好み焼きソースやポン酢をつけるととても美味しいです。まさに魚のナゲットそのものです。ナゲットにするほどの鰹節の量でないときは、お好み焼きに混ぜ込みましょう。お好み焼きには何でも包み込むような懐の深さがありますよね。少量のカツオの出し殻しかできないときは、ぜひ冷凍して貯めておいてくださいね。表面はカリッとしてとても出し殻とは思えない食べ応えのあるナゲットに一度挑戦してみてください。もう一品は人参に昆布を加えて和風のラペを作っていきます。とっても簡単ですよ。ではマリネ液を作ります。みりん 50ml を煮立ててアルコール分を飛ばします。塩を加え溶かします。醤油も少々垂らします。酢を大さじ2、今日は黒酢を使いましたが、お好みのお酢を使ってください。ここに出し殻の昆布を千切りにして加え、人参も10センチ分を同じく千切りにして入れます。オリーブ油を少々加えると、人参に含まれているベータカロテンの吸収が良くなります。味をなじませれば召し上がっていただけます。酢が入っているので 2,3 週間日持ちします。
箸休めに最適です。器に盛ってごまを振るのもおすすめです。では最後に和風だしについて説明しておきましょう。基本の和風だしの取り方はこちらの動画で詳しく説明しています。ぜひご覧ください。私が料理教室で和風だしを取るときは1リットルの水に昆布 15g、かつお 25g です。多分こんなにたくさん使うのとびっくりされる方もいるかもしれません。もちろんお好みでもう少し少ない量でも大丈夫ですよ。ただ私たち現代人はインスタントラーメンや市販のめんつゆ、スナック菓子などで濃い旨味に慣れてしまっています。あまり薄くお出汁を取ると美味しさを感じにくく、顆粒だしを使うことが多くなるかもしれませんね。化学調味料、保存料無添加、天然のだしと書かれただしパックを使っている方もいるかもしれません。ですが天然のだしといっても自然のだしとは限りません。かつおエキス、酵母エキスなどは凝縮されたうまみ成分です。これはプリン体の塊でもあるので尿酸値が高い方は気をつけてくださいね。いつもご紹介している野菜スープなどでもそうですが、自然の味の美味しさに自分の味覚を近づけることが健康の第一歩だと私は考えています。だし汁を簡単に少量取りたい時におすすめなのが熱湯を注ぐやり方です。昆布 3g、かつお 5g に 200ml より少し多めの熱湯を注ぎ、15分してこせば出来上がります。2カップのだし汁が必要な時は昆布とかつおを倍量にして2カップより少し多めの熱湯を注げば同じように出来上がります。思い立って作る時、少しだけ決まった量がいる時にとても便利なやり方ですよ。時間はかかりますが水出しもおすすめです。分量は熱湯出しと全く同じです。熱湯が水に変わります。一晩冷凍庫に入れてじっくりとうまみを引き出します。3、4日保存できますが、昆布とかつおが水から出ていると傷みやすいので、だしを一部使う時も全部こしてアレンジレシピに活用してくださいね。特に熱湯だし、水だしのだし殻はまだまだうまみが残っています。ぜひ今日ご紹介した2品を参考に混ぜる、つけるなどあなたのアイデアで活用なさってください。最後までご覧いただきありがとうございます。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。